はい、どうも、ジャルです。今週もボニープレイ配信を始めていきます。よろしくお願いします。えーっと、今日のお品書きですが、制約システムがね、ちょっと前に登場したかなと。ナポレオンコラボのね、一番最初の回に、制約システムって出てきたんですけれども、今までね、その制約システムに関係する称号を持ってなかったんですよと。ただ、この前ね、制約を使える将軍を引くことができたので、せっかくだからちょっと制約システムの、ちょっとアンロックする、レベル上げるみたいなのをね、やってみようかなと。で、どうせやるなら配信でやっていこうかなというところで、今日はね、制約システムについてやっていこうかなと思います。はい。ただね、ちょっと先に、あのー毎週ね、火曜日に配信してるんですけども、前回ちょっとイレギュラーで土曜日に配信をしてしまって、前回の配信をね、見てないっていう方もね、いるかなと思いますと。いうので、本当に、キーポイントだけね、ちょっと喋ろうかなと思います。終わりでもちょっと話そうかなと思うんですけど。カムイさん、こんジャルはコメントありがとうございます。はい、前回のね、配信で、言いたかったのは、もうね、大きく2つです。はい、1つはね、超お得な育成。マジで超お得になりましたっていう話ですね。はい。もう初めてですよ、このプレミアムドラゴンコインを全部交換したの。長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい。超お得な育成がね、ドラゴン育成しってここには書いてあるんですけど、ヘルプをちゃんと読むとね、なんと、真珠にエキスポを与えても、あと、覚醒石を使ったり、重血の結晶で、はい、刻印ですね、を上げても、ポイントが入りますと。で、何を土地狂ったのか、ちょっと運営さんは多分ね、設定をミスしてます。この辺の重血の結晶とか、このね、将軍エキスポ、これね、100%還元率になってるんで、育成して買って、育成して買ってってね、やっても得するような仕組みになってました。ちょっとね、覚醒石は見てないんですけど、ちゃんと。というより覚醒できないし、なんか見る必要もないかなって見てないんですけれども、はい、少なくとも重血の結晶と、このね、十景真鍮エキスポ、マジ交換し得だったので、もうぜひね、えこの世を交換して、実際にね、スカを消費して、で、そうするとね、ランキングが上がるんで、もしね、あなたのサーバーで他に気づいてる方がね、少なかったらなんか知んないけどランキングが上がるんで、はい。みんながね、気づく前に、こういう変わったタイミングがね、一番いいタイミングなんで、はい。私ね、いつも、この超お得な育成って30位とかなんですけど、まだ気づいてない人もいるのかもしれません。今16位ですね。このままくぐり抜けたらいいなと思いつつ、さすがにね、大きい同盟だったらみんな気づくでしょうとも思いつつ、はい、そんな感じです。カフイさん、アーカイブチェック済みです。ありがとうございます。はい。で、一つ目がそれで、二つ目がね、ずっと叫び続けてきた、来てくれと言っていた真珠が来ましたねと。真珠じゃねえ、年中だ。はい。年中がね、来ましたというところで、年中がね、お得ですよと。どんなにお得かっていうところをね、前回の配信で、熱く語ってるので、詳しくは、見ていただければいいんですけど、はい。詳しくはね、アーカイブを見ていただけたらと思うんですけども、簡単に言ってしまうと、年中っていうやつは、君主エキスポ、名声、同盟ポイント、同盟内名誉。この、ポイントの増え方が異常です。はい。レベル1から、大量に、獲得ができるので、特に君主エキスポを上げたい方、年中1借りまくるのをおすすめします。はい。はい、ここね、ついさっきね、トゥポーンと戦ったんですけど、トゥポーンと同じ君主エキスポもらえますからね。名声はさすがに負けますが。はい。でもね、ベイヤールとか、この辺のイベントモンスターってその半分しかくれないですし、名声に至ったら50しかくれないですからね。はい。リソースは、リソースはそんな大したことないんですけれども、それ以外のものがすごすぎる。はい。年中はね、そんな感じになってますと。で、私のね、記憶が確かであれば、この年中と同じなのは、キングギドラと、スカルクローラー。はい、イベントコラボのやつしかなかったかなと。あとね、パンプキン
かな、ハロウィンに出てきたパンプキンも、なんか高レベルは確か効率良かったんですけど、あいつレベルで変わった気がするんですよね。なんかちゃんと覚えてないんですけど。はい、ということで、年中がね、お得ですと。で、年中がお得なんで、私、めちゃくちゃ買ってたんですよ。そしたらですね、スタミナがめちゃくちゃ減りまして、今ね、100スタミナちょっと回復してます。他のスタミナがね、これね、10スタミナとか400とかあったし、なんか400、400、100、300とかあったはずなんですけど、もう2桁、100スタミナに至っては昨日の夜時点で7ぐらいしかなくて、あ、これ、ユミルまでに建築の王の対決来なかったら積むと思って、急に遺跡に入り始めたんですけど、それまではね、もうひたすらユミル、ラリーに参加したり、自分でラリー、モンスターハントしたり、ラリー組んだりみたいなね、めっちゃやってたんですけど、はい、ちょっとね、もうスタミナがやばいって言って、急にやめて、というよりも、AC で、スタミナが枯渇しそうです、余ってる人がいたら欲しいですって言ったらね、優しい人がね、いくつかスタミナくれて、あと、王の対決ね、王の対決で、今日ね、やっと来てくれ、もう待ってた。本当に待ってた。この王の対決、都市発展ですね。建設。はい、私ね、資源の消費は基本的に建設で消費していくタイプなので、このね、建設が来てくれて、これを待ってたんですよ。で、建設を今日、建設をかけたことで、このね、還元で、この 5B 達成とかのところの受け取ることで、このスタミナ100がね、増えたというような感じになってます。はい。それまではね、もう本当に、あの、ユミル、ユミルの後、王の対決5日間あるんで、金曜日に王の対決の都市発展だったらちょっとね、終わってたんですけど、はい、なんとか、王の対決を、迎えることができたので、スタミナが、回復したと。よかったです。はい。でもね、ちょっと、調子こいてるとすぐなくなっちゃいそうなんで、安全資源箱を必ず確保するぐらいまでには、ちゃんと安定飛行しつつやっていこうかなと思っています。はい。ということで、ユミルじゃねえや、年中ね、どれくらい勝ってるかっていうと、マジでやばいですよ。はい、先週のね、木曜から始まったんで、木、金、土、日、月。なんで5日間丸々経ちましたかね。はい。5日間で、年中1話の宝箱500、年中に112、年中3、244、年中4、243、年中5、123、年中6、264、ということで、ダブルドロップとかもあるんですけども、ちょっともう計算するのがめんどくさいので、あれなんですけど、1000体ぐらいは倒したという感じですかね。はい。君主エキスポもね、爆伸びしました。はい。先週時点では多分200万ぐらいあったはずなんですけども、170に減りましたね。はい。狙い通りです。で、あとなんだっけな。そう、実績ですね。1年に1回しか来ないんですよ、年中。で、去年はもうそれこそスタミナが全然なくて、もうそもそもね、全然ラリー参加してませんでしたというところで、今年ね、今年で、この実績のね、年中ハンターみたいなのね、増やしてるんですけど、このペースだと超えます、ちゃんと達成してますね。年中3のハンターはね、294で半分超えましたね。で、年中4は年中4も、半分超えましたね。年中5だけね、少ないんですよ。これね、年中5。そう、年中5が72で、年中6が144。これね、多分ね、年中6を倒せなくて余ってるんですよね、年中6の方が。で、年中5は倒せる人が多いので、そもそも見かけないみたいなね、なんかそういうことで謎の逆転現象が起こってるんですけれども、こんな感じで、年中5、6今年厳しいかもしれないですけど、4と3はね、実績解除できるかもなって思ってます。で、なんでこの話をしたかっていうと、年中を買ってリソース大したことないとか言いつつ、稼いだので、どれほどいったのかなっていうところを、はい、年中が出たんでね、喜んで参加します。いや、これ、ナサニエル・グリーンと真田幸村完成させて、こんなに減ってるからな、本当に、スタミナ、
いや、もうスタミナ足らないよ、やっぱり。なんか、前回ね、なんかスタミナが余るようになって、貯められるようになってきましたとか、調子こいたこと言って、すぐこのざまですよ。はい、ちょっと1000、援軍入れとかないと。今日はね、うちの同盟はこの軍隊の招集、1日、5日目の大規模攻撃イベントがあるので、そう、援軍をね、入れとかないとなと思って、23時から、これと、あとバイキングチャレンジがある予定ですと。はい。で、何の話をしたかったかというと、今そう、建設がね、来てるので、次のね、スピードアップ還元の前に、着工しておきたいなと。アーティスさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。なので、集結の場、3つ目をね、今アンロックして、はい。3つ目、集結の場を建設予約しようかなと。あ、これなんか延期いいっすね。777日。で、これ見ていただきたいのが、鉄ね。鉄足らないんですよ。これいつの間にかね、この赤マークつくようになりましたね。これ、ちょっと優しいですよね。これ、全部ね、足らなかったら、この入手ってとこで、これ、自分で解放しなさいねって出てくるじゃないですか。鉄とかね、岩とか、はい。あ、食料とか木とか岩は足りてるんですけど、鉄って宝箱だけじゃもうないですよと。はい、このね、縦のびっくり。これ、いつだったかね、つくようになりましたね。多分去年ぐらいから、去年の末ぐらいからだと思うんですけど、はい、もう調子こくなと。アイテムないのに見栄を張るなと。あなたは建設できませんよと。ちゃんとね、言ってくれますと。まあ、これね、ダブルドロップ考慮されてないっぽいので、まあ、運が良ければね、ダブルドロップっていうか、その資源箱のクリティカル、2倍出てくる時があるじゃないですか。それが考慮されてないんで、運が良かったらね、開くかもしれないんですけど、まあまあ、基本はね、厳しいですと。はい。で、ここでですよ。これまで開けてなかった宝箱。年中の宝箱ね、もうアホほど買ったので、年中の箱で、私、発行できるようになるんじゃないかなと思って、せっかくなんで開けてこう。はい。おさらい、後回しとか言いつつね、全然喋ってますね。はい。でもね、この着工だけね、先にやらせてほしくて、あの時間がもったいないんで、はい。プレイ配信なんで、いつもね、こんな感じでやってます。さあ、開くよ、開くよ。まあ、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 稼ぎましたと。これどうなんだい赤じゃなくなったかいほら、赤じゃなくなったよっしゃーはい、ということで、この期間に、年中を借りまくってめちゃくちゃ、資源をね、稼ぎました。これで20尾達成できるんじゃないかな。そう、今回の目標は、食料、木材、石材、それぞれ 10B を達成させて、かつ、鉄はね、20B 達成を目標としてますと、もう 15B なんですよね。まあ、ちょっとね、あんまり安全資源箱は開けたくないんで、安全資源箱取っとこうって思っているので、その他のね、リソースを出す系のやつをもうちょっと開けるか。ヒドラ。あ、ヒドラ。まあ、ヒドラ出るな。一応出る出る出る。ヒドラはね、君主エキスポ用だからね。ほいほい。ヒドラ、ヒドラ。ティッシュさん、このゲームって自分の周りでは一度辞めた人は戻ってこないイメージがあるので、最近何ヶ月か前に来なくなった人が来て嬉しい出来事がありました。ああ、いいですね。それは素晴らしい。おめでとうございます。確かになんか、なんていうか、やめたらね、戻ってきづらい。結構積み上げ系のゲームなんでね、挽回が難しかったり、兵がいなくなっちゃったりするからね、戻ってきづらいところありますよね。いや実はうちの同盟もね、なんか一回、お辞めになった方が、復帰されて、久しぶりっていうことがあったのでね、非常に良かったです。そういうのね、嬉しいですよね。まあ、本当にね、辞めちゃう人は結構辞めちゃうんですけれども、そう、たまにね、戻ってきてくれると嬉しいなっていうのはありますよね。なかなかでもね、辞めるのも勇気を持って、もう生活に染みついてるゲームだから、辞めるのも大変ですけれども。はい、すみません。ちょっとめちゃくちゃ地味な絵面で、
で、開けて、上の方に行って、お、なんか素材箱12000もある。やったー。ドラゴンの餌がいっぱいあるぜ。関係ないの負けちゃうぜ。はい、まあ、いろいろ開けてきましたと。開けてきたんですけど、ラリーは大丈夫ね。はい、じゃあ、集結の場着工していこうと思います。いやー、どこまでやる必要があるんだろうな。あ、もう全然余裕だわ。やったやった。これは続けて他のも着工できるな。すげえある。いやー、これ、3月 20B 達成いけるかワンチャンある？ 4 月に4月にね、全資源の 20B を達成しようかなって思っていたんですけれども、これは結構稼げたな。いいですね。よいしょ。はい、着工。富山さん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。あとアーカイブへのね、コメントもありがとうございました。そう、コメントね、なかなかアーカイブにコメントしてくださる方ってそんなにいらっしゃらないのでね、たまにね、コメントつくと嬉しいですね。よいしょ。そう、研究もね、そう、今日はね、そう、研究をね、したくて。もうめんどくさいから、これも。違う、この間に次はこいつを建設するんですよ、訓練所。あ、やばい。やばい、ついてる。こいつがついてる。こいつがついてる、ダメじゃん。こんな時のハンザ召喚。違う、ここだよ。操作。操作資源の還元中さ。頼む。行くっしょ。あら本当に本当に本当に行かなそう。なんだってなんだって着工ができないじゃないか。まあちょっと着工問題は後で考えよう。いやー、やっぱユミル来ないとダメか。そう、ユミルがね、ユミル待ちかもなとは思っていた。なるほど。なるほど。じゃあ、木材の木工所の建築でお茶を濁そう。お茶を濁そう。その前に、ハンザ紹介だな。はい、ハンザ紹介で、鉄をね、入手できるので、ほい。さあ、これいけるっしょ。いやー、あんなにあったのに、すぐなくなります。いや、でもね、これで、もう基本的にね、今日の建設で、今期の資源消費還元はね、これで終わりにしようと思ってるんで、まあ、あとちょっとでこれ終わります。富山さん、年中という意味でスタミナ消費がえらいことになりそう。いや、そうなんですよ。もう私、もうスタミナ枯渇しちゃって。今この消費還元のこの、バックでね、今、なんとか稼ごうと。食料もうこれ 10B 超えるわ。石材 4B 余ってんのに。これなー。まあいいや。はい、今日の話のところね、制約のところ全然言ってなかったので、制約のところの話もしていかないといけない。はい、そう、制約システムが出て、私ね、いや、本当は、もうこの話をする前にね、本当は、本当は私が欲しかったのは、本当に私が欲しかったのは彼女なんですよ。彼女が欲しかったの。このね、名前読めない
彼女なんですけど、彼女は制約でね、学費がいるんで、そう、私、育てた学費を捨てなくて済む、やったぜって思ったんですけど、プレミアム招待券をね、5個使っても引けませんでした。っていうのが土曜日で、はい、まあちょっとね、あさってぐらいに、伴侶でプレミアム招待券1個もらえるので、ワンチャンかけるんですけど、でも、その引いた中で、なんとかね、ゲットしたのがスーシエですと。この前ね、出たナポレオンコラボのやつですね。はい。お色直しもできるスーシエさん。はい。彼を手に入れましたと。で、彼がね、制約を持ってますと。で、歩兵のね、能力が上がりますと。で、こいつね、攻撃特化なんですよね。全部攻撃する際に系のスキルになっているので、で、特性とかもね、こいつね、マジでね、脳筋ですね。アタックするときってめっちゃ書いてあるんですよ。はい、攻撃時のって。はい、もう全部攻撃です。これも攻撃時のです。はい。私、リクソンも持っているんですけど、まあ、リクソンもね、攻撃時と書いてあるんですけど、リクソンはまだ、なんていうか、特性とかはね、もう少し控えめに、上げてくれるんですよ。はい。脳筋じゃないです。数詞に比べて脳筋じゃないです。めっちゃね、今、くしゃみが出そうで、一回ミュートにしよう。ちょっと待ってくださいね。はい、花粉症にやられて、めっちゃ、くしゃみが出る、やるでございます。あ、富山さん、しかもヘカテでスタミナ使うし、辛いイージーなんですが、ヨルムンガンドで積みました。ヨルムンガンドもきつい。あ、ちょっと、すいません、先に科学院が終わったんで、科学院行かせてもらって。で、木工場を上げさせてもらって。イエイ。で、木工場を上げたので、今度は研究に変えて、待ってた研究したかった防御の進化さあ、縦に進もう。これね、レベル10からですよね。はい、今日、研究もしまくっていい日なんで、さあ、研究しよう。これ、研究がしたかった。カムイさん、イージーが全然イージーじゃない。いや、もうイージーじゃないですよ。そう、そこもね、ちょっとね、次話をしていきたいんですけど、そう、もうヘカテね、また来ていいことなんですけど、はい。さてさて、そう、スーシエさんは、まあ、脳筋ですと。ただ私、きっとね、歩兵はアタックで基本使うかなと思っていて、じゃあまあ別にリクソンじゃなくてスーシエでいいかと。制約も使えるしと。はい。まあ、リクソンね、制約ついてないんで、数社の制約を使ってみようと、ちょうどね、スールと使う気ですし、ルイ9世もね、いますと、あれ、ナポレオンって、私、かけらあったっけなかけらあるあるなら起こすか見当たらない。ナポレオンなんか、前の配信でもなんか捨てたんだよねって喋った気がする。まあ、いずれ引くでしょう。いずれ、あ、いた。めっちゃ持っとる。まだ、あえてまだ開かずに、やってからにしよう。はい、これね、制約システム前できてきましたと、もうなんかもうごちゃごちゃ書いてあるんでよくわかんないけど、とりあえずやってみようというね、はい、試す心。さあ、ということで、なんかね、制約を結ぶっていうやつでね、50個。50個も必要なんですね。1日そんな集まんないのに。はい。制約を結ぶってやってみます。これ何がね、どうなるのか。この制約を結ぶってなってるだけで、何が変わるのか。アップへとかもね、もうよくわかんないし。なんかワープしちゃったよ。ちょっと待って。はい。まあ、とりあえずね、制約を結ぶやってみます。こう。お制約属性。なんかさ、これ光ったけど、どういうこと？該当する将軍と制約将軍の基本能力のトータルは5682。あ、パラメーターが低いからお前ら育てろよってこと？なるほど。これ1万分の5682ってなってるんで、これパラメータを満たしたら、これいくのか。で、制約結んだら出てきたね。じゃあもう一回やるとどうなんの？制約を結ぶ。
あー、2個目が出てきた。2個目が出てきて、制約将軍の該当する将軍と制約将軍の基本能力のトータル1万2000、あ、1万2000分の5682。あ、なるほどね。だから、人数が多ければ多いほど、パラメーターが、足し算がね、今3人の足し算だけど、ナポレオンも引いて、ナポレオンもレベルを上げたら4人になるから、上がるよね、みたいな、なんかそういう話ね。あ、なるほど。で、スーシーを育てればいいのか。なるほど、なるほど。そう、このね、歩兵の訓練上限とか上がるのを見たかったんですけれども、これ今、すぐには見れんな。見れんので、なんか、めちゃくちゃ余ってる、この、将軍エキスポを使っていこうかなと思います。ドン。うわ、大して上がらんぜよ。大して上がらんぜよ。ちょっと待ってよ。6000だよ。あ、これ限界突破ですね。限界突破すると上がるね。これはなかなか、やっぱ大変な仕組みだな。これで、まあまあ跳ね上がったと思うんだけど、まあ、ルイ9世もまあ、普通に、彼射撃で参戦する際になってるんで、援軍としてもね、使える、非常に、使い勝手がいい。ただね、エレクトラとね、組み合わせられなくて、非常に扱いに困ってる。強えと思うんだけど、扱いに困ってる彼も、まさかの数試合超えのレベル。はい、ちょっと、なんか、星4つ目をつけるのはちょっと戸惑う。もうちょい経験値上げるか。もうちょい上げよう。はい。まあ、彼は別、全部つけていいですよ。ちょい足りない。はい、ちょい足りない。さ、満を持して出てくるよ。カムイさん、今同盟にサーバートップクラスの人たちが来てるんだけど、ヘカテの最後の神殿、1000レイヤーの 1.2B で、万の負傷をしながら倒してました。1.2B？ いや、すげえな。てか、それ、めちゃくちゃ、なんか1回で消費がやばそうなんですけど、すごすぎる。ナポレオン、今一番上にスクロールすればよかった。はい、ナポレオン出す。確認。ナポレオン、コラボが来て、たくさんチヤホヤされて、さあ、これでさすがにスーシエさん、制約解放したんじゃないの？あ、緑色になりましたね。光ってる光ってる。歩兵の保有力プラス5%。なんか、ピカピカしとるやん。こういう感じなんですね。制約システムがようやくわかりました。これ、さあ、50、50ってきて、もう1個もきっと50でしょう。そっから先もうちょっと高いのかな？跳ねるのかな？ちょっとよくわかんないですね。でもね、工場兵器の彼女を待ち望んでるんで、引けなかったらまたやることにします。今はここで止めといて、ここで確認したかったのは、この制約の能力って、どういう発揮をするのかなっていうのを見たかったんですよ、というので、セッティングしていこう。そう、レベルを上げたのは別に問題なくて、ここのね、セットをするときに、制約ってどこで表示される？表示されない？されないな。え特性とかって、ここに丸とかつくじゃないですか。制約の効果はどこで見えるんだろう？っていうか、制約ってもしかして、いや、違うよな。制約バフってどこに効くんだろう？あれ制約、当該将軍にのみ有効って書いてあるでしょ？
これ一番気になってるのは、補佐官で意味があるかどうかが気になってるんですよね。補佐官で意味あんのかな？補佐官で意味があるのかを非常に気になっていて、だから今ね、スーシエを先に上にして、制約がね、この構成だったら絶対効くはずだと。でも制約が効いてるっぽい図がない。制約マークみたいなのが出てこない？もしかして。逆は逆。スールトにして、スーシエにするじゃん。ない。月見さん、おつじゃら様です。一番下の制約を結ぶっていうのは押すんですか？あ、押しましたよ、押しました。そうそうそう。この制約を結ぶっていうのを押して、私100個消費したんですよね。1回で50消費して。もともと526あったんですけど、2回制約を結んだことで、この上から上のね、2つがアンロックされて、この色がつき始めたんですよ。で、彼がね、輝き始めたんです。このね、輝き、失ってるんですよ。セットした時に。制約はこの光ってたら制約なんです。もしくはこっち側にも何かすることがある？多分ないよね。該当する将軍は名称制約機能を開始します。いつよ？それを待ってるのよ。はい。とりあえず、まあ、特性とかもね、ここにいるときには別に映ってこないけれども、例えば防衛官とかで見ると、セットしたときにこうやって特性のマークが出てくるじゃないですか。制約はちょっとこっちで検証してみるか。えっと、スーシエをセットするじゃん。あれスーシエいたいたいた。スーシエ、スールと。はい、そう、この組み合わせはね、有効になることは理解していて、制約効いてるかどうかわかんなくね？これ大丈夫？メイン将軍においても制約が置いてるか気にしない？わからない。わからないな。え、これ、このシステム優しくねえな。どういうこと？どういうこととりあえずシャジャルさんつけたいからちょっと戻す。逆とかね、もう関係ないよね。もうだってメインで聞かないんだったらもう関係ないよな、絶対。はい。制約が、効果を発揮しているかどうかは、判定方法がわからないです。もし、ご存知の方がいたら教えていただきたいです。なんか、パッと見わからなそう。あ、えっといや、その制約の画面で制約する将軍をタップはわかるんですけど、そうじゃなくてですね、その部隊にセットしたときに能力が発揮するかどうかの確認が行いたかったんですよ。例えば、エレクトラとルイ9世って、能力が競合するんで、メインスキルこうやって灰色になるんですよね。で、例えば、スーシエとリクソンって、能力が競合するので、片方がってか基本的には補佐官が灰色になるんですよ。競合しねえんだけど、何これ強。競合しませんでした。大嘘をつきました。誰と誰競合するっけな？競合する組み合わせ。カエサル。いや、競合するやつ大体捨ててるからな。競合するやついない気がするな。えーっと、えーっと、ポリギナス。いや、ポリギナスはね、被るやつおらんな。おらんな。としおさんこんばんは。スーシエ、偉いな。あ、
あ、別にいいんだ。限界突破しなくていいんだ。そうそうそう。ルイ9世を上にして、エレクトラ、はい。このパターンだと、メインが優先されて、エレクトラの、スキルが、これ2つ消されちゃいますと。まあ、こんな感じで、灰色になります。有効になってるスキルは、このアイコンが光ります。で、なるっていう仕組みだとすると、制約っていう能力を今解放したじゃないですか、今。スーシエさんは制約を結んでいるじゃないですか。今、これまでの流れで。結んでますよね。光ってるから制約結んで光ったと思ってるんですけど、えーっと、まあ、使う予定の組み合わせ、スールと。そう、さっき、もう、これまでの操作で、スーシエさんは輝き始めたので、制約ってとこ押すと、輝いたので、あれ輝きがなくなったけど大丈夫？彼輝いてないよ、今。さっきめっちゃ光ってたよね。まあ、これはパラメータチェックでしょ。で、自分らのパラメータを参照するからちゃんと育てろよっていうやつでしょ。で、有効になってるのはいつもの緑色で、条件を満たしてないこの離脱者の収容上限は、パラメータ条件を満たしてない12000を超えてないんで、緑色の字は光ってませんと。制約は結んだけど、条件をクリアしないとバフはかかりません。こっちはバフがかかりますと。で、当該将軍のみ有効と全体的に有効っていうのは、これ多分持ってるだけで歩兵の訓練上限が上がるっていう風に読み解けるかなと思いましたと。別に何かに装備してるとか行軍してる時じゃなくて、所持してることによるバフ、こっちの、よくありますよね、文明の秘宝、所有してアクティベート、使用してアクティベート、多分これに近い話かなと思っていて、スーシエを今、制約を結んだスーシエを今、私が所持をしているので、もうこの時点で、歩兵の訓練上限はもう基本的にもう上がりましたと。これ見ておけばよかったな。はい、きっと訓練上限が、増えましたというところ。ここで差分をチェックすればよかった。まあでも別に、わかった。やろう、今。私の今、離脱兵の、上限が、23万1040でございます。23万1040、23万1040。さあ、あげるよ。さあ、あげよう。ナポレオンあげようか。ナポレオン23万1040からナポレオンを育てることで制約の2つ目を達成させます。23万1040から増えてるんだったら所有してアクティベートの、はい、全然増えてない。しゃあねえな、限界突破させるか。あ、月見さんありがとう。23万1040、そうなんです。はい。限界突破するとね、跳ね上がるんで、これで達成するんですよ、多分。はい、スーシエさん、制約、はい、達成してません。あと1000ぐらいあります。あと1000遠いな。はいはい、ケチケチしません。はい、25。これで上がったでしょう。限界突破もしちゃうか。ちょっとね、2000は使いたくないんだよな。はい、23万1040が、スーシエの2つ目の制約がアンロックされるでしょ、これで。もう一声。じゃあ、スーシエをあげよう。はい。はい、光りました。緑色になりました。これでプラス10%になってるはずですと。23万1040から上がっているはずです。どうでしょう。上がりましたね。26万1440。っていうことで、制約の能力はもう解放してるんですよ、やっぱり。はい、所有してアクティベートと同じですよね、つまり。だから制約将軍いっぱい持ってる人って、この金色の全体的に有効。これが、有効なんですよ。だからね、将軍をいっぱい持てる人、プレミアム将軍いっぱい持てる人、制約がいっぱいできる人っていうのは、この全体バフをね、ここでも増やしていけるよっていうシステムだと思うんです。そう、それ自体はそう、ここは想定通りですと。で、この歩兵の攻撃力、これが、当該将軍にのみ有効ってなってるのが、ここが気になってるんですよ。これが、
平たく言うと、スーシエがメインの時にしか効かないのか、補佐官の時だと効かないのか。はい。今同じこと言ったわ。メイン将軍の時しか効かない補佐官だとダメなのか、もしくは補佐官でも、メイン将軍に限らず補佐でつけてもこの歩兵の攻撃力って、有効なのか。それが知りたくて、さっきね、ここの防衛艦とかにセットしたんですね。でも、制約のマーク出てこないんですよ。で、この出てこないことを、このなんか防衛艦のさ、この飾り、こんなんもともとあったっけ？これ制約の波動違います？あ、もともとっぽい。関係ねえわ。はい、関係ありませんでした。はい、関係ありませんね。はい。そう、私がとても気にしていたのは、その面で、スーシエが補佐官でも、もし制約の歩兵攻撃力アップ、これが有効なのだったら、全然補佐官で使いますと。ただ、メイン将軍でしか使えませんよってなった時に、急激に私的な価値はなくなるんですよ。なぜかっていうと、こいつってめっちゃプレミアム将軍、引くのがクソ大変なので、限界突破ができないですね。限界突破できない将軍興味ないので、はい、強くならないから、はい、もともと強いかもしれないけど、限界突破した多分、スールトさんの方が強いんですよ、きっと。はい、スールトさんね、限界突破のための、かけらは大量にあるので、ちょっとね、アレースの血が足らなくて、ひたすら順番待ちなんですけど、限界突破する素養はめちゃくちゃ持ってますと。はい。だからスールトに比べると、はい、無課金的にはね、見劣りをするんですよね。育てていいキャラじゃないんですよ。補佐官でしか効かないとなると。で、そうなると、今後出てくる制約将軍全部無視かどうかが変わってくるんですよ。なので、ここね、検証したかったんですけど、結論は分かりませんと。分からないっていうか、まあ、きっと補佐官でも効くと思うかな。はい。で、もう一つ素晴らしいのが、パラメータを参照するので、エレクトラとか学費ってめっちゃ育てていたので、彼女をもしゲットすることができたら、制約一気にたくさん解放して良さそうですね。はい。即効果を発揮してくれそうで、もう本当に欲しい。本当に欲しくなった。パラメータめっちゃ育ってますよ。そりゃあだって、学費さんに至ってはね、今、貯蔵庫の重鎮スーパー担当官で追わせられますよ。パラメータバッチリでございます。月見さん、パーンとかバーン族で確認するしかないのかな？そう。まあ、パーンだと確認が難しいですね。確実にパーセントが出る蛮族とかだと思うんですけど、どうしよっかなっていう感じです。まあ、歩兵そもそも今そんな育てないしなと思ってるので、ボーイさん、うちもソシは補佐官で使ってますね。はい。まあそう。まあちょっとね、まあ試すか。試すか。近くに蛮族あったかな。近くに蛮族あったかな。死んじゃうの嫌だしな。あ、わかった。お、なんかちょうどいい城があんじゃん。こいつ殴ろう。えーっと、ティーチスーシエ。スーシエ、スーシエ。バカ、防衛官につけた。防衛官につけてしまった。はい。シャジャル、シャジャル。これね、殴っておいてね、吹っ飛んでいなくなったら悲しいんですけど、1回で。あれ今なんかすげえ着にいたよね。あ、いた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 。やった。はい、ティーチ、スーシエの順で、組んだ時と、
はい。メイン、ティーチ、スーシエ、補佐官。この組み合わせで殴ったときと、スーシエ、メイン、ティーチ、補佐官の組み合わせで殴ったときの、パラメータ変動がなければ、同じであれば、補佐官でも能力を発揮すると。で、逆にスーシエメインにした時の、パラメーターが上がるようであれば、歩兵の攻撃のパラメーターが上がるようであれば、メインじゃないとダメだということがこれでわかるな。やめて飛ばないで。やめて飛ばないで残ってて。近くにいて。よし、飛んでね。はいはい。まあ、これで、バフのチェックができますね。歩兵の攻撃が585%。これが、数種をメインにしたことで590%に上がっちゃうと、制約はメインでしか効かねえっていうことになって、ちょっと、まあ別に今後も育てないなってなります。はい。プレミアム将軍チケットをやっぱりターメよってなるかもしれません。さあ、やっていこう。メインを、スーシエ。あれなんかスーシエ、めっちゃ下。はい。スーシエのティーチ。はい。同じ組み合わせ。これ罠があるから、ティーチ裸にしないとダメだ。装備を同じにしないと、装備のバフでずれるとめんどくさいことになるんで、はい。こいつはね、工場兵器の真珠なんで別にどうでもいいんですけど、歩兵の攻撃バフがついてたら、それをケアしてあげないといけない。ついてないね、ついてないね。歩兵の防御とかは見ないからどうでもいい。どうでもいい。歩兵攻撃、歩兵攻撃、ついてない。HP。てかこの辺はつかない。歩兵攻撃ついてないね。歩兵攻撃ついてませんでした。はい、ということで、大丈夫です。はい。よいしょ。じゃあ、さっきと全く同じ構成で殴ります。で、別に装備の影響はないはずです。さあ、どうなる？いや、近くにいて助かったな。すぐ確認ができるぜ。めっちゃ、めっちゃ鼻水が出る。ちょっと、行軍が言ってる間に、ついちゃう。さあ、チェックしよう。はい、兵士のバフ。すげえ変わってるけど。何か見落としていた。585。447。そんな変わる？そんな変わる？マジでウケる。そんな変わる？歩兵攻撃ついた。全兵士の攻撃力10%とか攻撃部隊のセットバフがあるじゃねえか。何やってんだ。バカ。めんどくさ。装備外してやりゃよかった。はいはい。ちょっと、裸で殴ってこい。はい、ということで、殴ってる間に別のことでもやろうかなと思います。よいしょ。さあ、結果映画に。で、そう。私がね、そう気にしていたポイントは、そう、スーシエが補佐官でも
機能するのであれば、今後もね、スシを使おうかなと。はい。基本的に歩兵で殴る役が欲しかったんですよね。なので、メインはね、スールとにする気なんですけれども、その補佐官でね、リクソンを使おうかなと思っていたところ、このね、数詞への制約システムが最大限有効になるのであれば、こっちの方が強いなっていうふうに思っていて、数詞をね、ちょっと使いたいなと思っているってか、そんな感じです。この状況は542。542だから、なんかまだ全然違うな。うん。なんか、チェックするのめんどくさくなってきたんで、補佐でも聞くと思いたい。なんか配信中にやるような内容じゃないなってなってきたんで、後で構成を見直してやろうと思います。が、まあ、正直な話、表示が出ないっていうことは、はい、ボーイさんおっしゃる通りです。そう、メイン将軍のステータスがバフになるんですよね。はい、よくよく考えたら、これ検証、鬼めんどくさいですね。パラメータ全く一緒にするの不可能なので、そうなんです。そうでした。あ、これもう絶対無理だわっていう感じです。その、付け替えだけでは多分無理で、やれるとしたら、あの有効にする、有効にしないでしか確認のしようがなかったということに気づいて、で、有効になってしまったら、その後有効じゃなくするっていうのが、将軍を解雇しないと、解雇するワンチャンナポレオン解雇すればできるんですけど、なんかそうまでしてやるかってなってくるから、全体バフがあるからお得だよ程度に捉えることにします。はい、これいつかね、偉い方がどなたかが解析してくれると嬉しいです。はい、おそらく補佐官でも効果が発揮するかなとは思う。記載がないんで、はい。効果発揮するんじゃないかなと思います。はい。そう、よくよく考えたら、パラメーターが全然違うんで、検証無理ですね。はい。やろうと思ったら、こいつが有効なる、有効にならないっていうところで、データを取らなきゃいけなかったんですけど、もうここまで育っちゃったんで、もうめんどくさいから、もういいかなってなりました。はい。といったところで、まあ、とりあえずね、見ていただいた通り、この金色の方のバフ、全体的に有効っていうバフは、もう持ってるだけで有効になりますと。まあ、それだけでね、結構価値があるので、余力があれば頑張って引きに行ってもいいと思いますし、まあ、そうじゃなければ、そもそもこのね、制約を結ぶためのこの石が結構集めるのが大変なので、毎日ね、ちょっとずつしか手に入らないので、これもね、ルーンとかと一緒で、なんていうか、君に決めたってやつをね、頑張って使うっていうことになっていくのかなと思います。で、所持バフ、やっぱ単純にめちゃくちゃ強いので、結局彼女欲しいなのところは変わんないですね。はい、病院最大収容量アップとかめっちゃ欲しいです。はい、サーバー戦争で命の源大事なんで。はい、まあ、いいや。ということで、今日はね、制約システムのところを見ていきました。ようやくね、制約システムに関する将軍を引くことができたので、スーシエ、いや普通にね、強いからいいですね。リクソンを使おうかなと思っていたんですけども、リクソンよりもさらにもう攻撃とか、もう援軍に使ったら急に弱くなるっていうね、ピーキーな、その代わりね、バフがめちゃくちゃすごい。そう、なんか、ざっとね、スペックを比べたんですけど、その攻撃時っていう限定がついてるからか、火力、
こいつの方が高くなるっぽいので、はい、スーシーをね、今後、スールとのお供として使っていこうかなという感じがしています。はい。やっとね、お供が決まってきましたね。歩兵はスールトとスーシエ。で、騎兵はイーナオマサとポリギナス。はい、射撃はね、いつも通りエレクトラとカール。いや、本当はね、ルイ9世使いたいんですけど、ルイ9世がね、エレクトラと競合しちゃうんで、でも、彼めちゃくちゃ強いと思うんでね、どうにか活かしたい。そもそもスーシエのお供だし、なんか知んないけどお供なんで、はい、使いたいですね。はい、これは、なんかね、まあ、射撃もエレクトラじゃない援軍用の、エレクトラがそもそもね、援軍で使えないので、イーデンとかをね、育てて、ルイ9世と組ませるのがいいかなっていうのはちょっとね、思ってますね。はい。イーデンはね、こいつもはや援軍特化なんで、そう、イーデン育てたいんですよね。イーデンね、工場兵器をへ指揮することが得意って書いてあるのに、もう射撃がね、たくさん射撃って書いてあるね。はい、いいと思います。はい。で、あと工場兵器ね。工場兵器は、基本的には黒ひげがメインで、相方はジョン・チャーチルだったんですけど、でもジョン・チャーチルって援軍用じゃないんですよね。これも攻撃する際なんですよ。だからこその、そう、工場兵器援軍用。工場兵器はね、援軍で使いそうなんで、歩兵を援軍で使うことはない可能性はあっても、工場兵器は援軍で使いそうなので、はい、彼女欲しいんですよね。はい、これ、なんとか引きたいところです。はい。はい、そのところで制約システムのところですね、これまでずっとね、気になっていたけどやれなかったところ、お話ができてよかったかなと思います。はい、ということで、それではね、後半のところに入っていこうかなと思います。はい。よいしょ。パラメータのとこ見ていこう。はい、よかったらね、チャンネル登録や高評価をしていただけると、ありがたいですと。途中に広告を挟んで、定点観測です。建設戦力がね、29.2M に上がってますっていうのと、技術も 25.1M に上がってますということで、はい、資源の還元イベントが来たんでね、建設が、上がり始めてますと。今日、もうちょい建設を、訓練所をね、34にして、35の着工して終わりかなと思っているので、うん。ちょっと着工するのはね、ユミル号になっちゃうかもしれないんですけれども、訓練場を33から34にするのとかがあるので、建設戦力が 30M 超えるかもな、みたいなそんな感じです。で、生産力は、3.3M、鉄が 3.3M、木が 3.5M みたいなところですかね。刻印のね、レベルを上げたので、ちょっと上がってます。はい、今回ね、超お得な育成のおかげで刻印を上げることができたので、はい、このライチョウのすべての資源の生産力のやつを1上げたのと、あとキメラかなのこの真ん中を6に、上げたので、生産力がちょっと上がってますという感じですかね。はい。できればね、時給 4M まで行きたいんですけれども、さすがにレベル36ではいかなそうですね。計37になったら、E とかはね、4M とかもしかして行くのかなと思ったりしてるんですけれども、はい、そんなところで、生産力はそんな感じ。で、イベント系のところで、イベント系のところはね、前回の配信でも結構喋ってしまったんですけれども、今日からね、始まった、違う。まず先にこっち。この、ハンレの奇妙な旅ね、これ振り返りになりますが、はい、1日ね、50個、このシルバー鹿バッジっていうのがね、手に入ります。で、これね、おそらく期間中に無課金でもしっかり、資源、資源で、10、資源で5か。資源回収が5で、活躍度とモンスター討伐で、45かな手に入りますと。で、この上2つだけでも、おそらく、この
レベル14でね、もらえる、この、なんか、エルフの森がどんどんいい感じになってますけれども、このエルフの森ね、レベル14で完成するんですけど、これ、毎日しっかりやってると無課金でもレベル14いけるっぽいので、しっかりね、えやっていくといいのかなっていうのと、もしね、ちょっとあんまりやれてなかったっていう人はね、頑張って毎日資源5個もしっかり回収してれば、もしかしたら届くかもしれないんで、諦めずに、狙ってもらえるといいのかなと思います。背景がね、変わります。ここね。ここの、どこやっけ、ここだ。背景だ。はい。エルフの森に。なんかしないけど、エルフの森に君主が行くんで。おっさんなんで、デフォルトがいい気がするけれど、まあ、エルフの森をゲットしたらエルフの森に返すような気がします。はい。っていうイベント、あとヘカテの月相がね、来ましたね。お、11時になった。11時になったっていうことは、まだバイキングチャレンジはまだだかな。オッケーオッケー。レベル10、月見さんレベル14ですか？ファンタジー欲しい。そう、めっちゃファンタジーな感じですよね。そう、レベル14ね、ちょっと距離ありますが、まあなんとかなるかなっていう感じがするので、そう、今回はね、イベント期間がね、長いんで、まだ、まだまだあるので、ぜひ狙ってください。多分ね、ストーリーはね、今日見た感じ、今日で終わりだ。最後の対決ともなったし、今日でも終わりっぽかったですね。5000ジェムもらえてお得でした。はい。ちなみに、この限定パッケージでね、この奇妙な旅の縁起物のかけらみたいなのをね、集めて、100個集めると、あのこのなんかプリンセスヘレンみたいなやつをゲットできるっぽいんですけど、はい、クロリスとかいう、ね、なんか名前が変わってるんですけど、これ、運が良ければ4回ぐらいの課金でいける人もいれば、もっとかかったよっていう人もいたんで、はい、ご利用は計画的にっていう感じっぽいです。で、ヘカネの月相がまた来ましたと。私昨日やってなくて2個余ってて、今日もやってなくての2たす2で4余ってますと。で、ちなみに私、今回ヘカテの月相をスルーしようと思ってます。はい。というのもですね、前のヘカテの時にもちょっと話をしたんですけれども、あの、虫眼鏡余ってたんですよ。先々週に来た時に虫眼鏡8とかかな、なんか余って。それ消えないで残ってたんですよね。で、メイフの鍵も別にイベント終わったら消えるって書いてないので、今やる必要ないかなというので、ちょっと今回はスルーしようかなと思っています。はい、これね、明確な理由があって、前回、射撃のパーン倒せなくて積んだんですよね。そう、私、歩兵が弱いので、歩兵をしっかり育てない、今スールトをね、強化してるところなんですけど、そう、スールトの強化も間に合ってないですし、歩兵の兵がそもそもいないですしっていうのもあって、射撃のパーンが来たら積む、さらにテュポンとか来ても積むっていう、そんな状態ですと。で、やっとこそね、T14 の、馬をアップグレードしまくって、1.74まで来ましたと。で、集結の馬も上げ始めましたと。ということで、次だったらもしかしたらワンチャンテュポンを狙えるかもしれませんねと。で、歩兵を今回ね、T14 作れるようにする気なので、もうせめてそっからでしょうと。T13 も100万ぐらいしかいないし、合わせて180万、T13 と12の100万とか言ってる場合じゃないんで、T14 を作ってからチャレンジしようかなということで、ヘカテの月相は今回スルーしようかなと。まあこれでね、またしばらく来ないとか言ったらへこむんですけれども。まあでもね、いずれ復活するでしょうって気がするので、はい。サーバーによってはね、もうすでに3、4回っていう話も聞いたので、なんか、今頑張ってラブネガムデミするよりは、育ってからチャレンジしようということで、ちょっと今回はね、スルーしようと思います。はい。これでね、スルーして、まあ、消えても美味しいし、消えなくても美味しいしということで、はい。
配信者的にはどっちでもよかろうというふうに。まあもちろんね、交換するやつ、この宝蔵の脇とか欲しいんですけど、一応ね、幸い前回、マリア・テレジア1個ゲットできたので、今回別スルーしてもいいかなと判断をしました。ということで、今回私はやらないですが、挑戦されるね、皆さんはぜひ頑張ってください。イージーモード、基本的にね、選択肢が出たら左を選ぶっていうね、兵以外のやつは左を選ぶっていうのをね、やってもらうといいかなと思います。としおさん、うちのサーバーはそのイベント来てないです。今日から2日間アグロペです。あ、としおさんのサーバーはアグロペなんですね。うちは逆にアグロペがなくて、アグロペは、一回ふいって出たあと、なんかイベント化したらしいですけど、そのイベントまだ見たことがないですね。これ何なんですかね。なんていうか、もうちょっと公開してほしいですよね、方針を。全体方針を。大陸ごとにやってるようだとか、そういうイベントを大陸ごとに順繰りでやるんだよだとか、なんていうか、もうちょっとね、神の視点の話をもう少し開示してほしいですよね。プランが立てられなくて非常に困ります。ほいほい。あ、なんかずっと話をしてて、アイスブレーカーを逃しました。でもヒドラの方が行きたいんでいいです。よいしょ。月見さん、うちもヘカテ来て、ヘカテも来て、今日からアグロペもアグロペ定期になってる。あ、いいな。アグロペ定期も羨ましい。はい、そういうサーバーもあったりするんで、まあ、でもね、そのサーバー、月見さんのサーバーめちゃくちゃ忙しいですね。イベント盛りだくさん。大変すぎる。もうなんかスタミナがなくなっちゃうけど。はい、そう、まあそういうのもあるんで、なんかね、急いでやる必要がないかなと。ボーイチさん、冥府の鍵消えませんでした。私もヒドラに倒せるまでスルーします。マリア・テレチラのかけら欲しいですけどね。そう。なんというか、直近ですぐ強くできる予定があるのであれば、スルーが丸いかなってちょっと思っちゃいますかね。もう私はもう明確に、今まさにレベルアップ中なので、今やるよりね、スピードアップ期間で完成させる気なんで、その後の方がいいやってなるので。月見さん、ラリー主がボットのように動きっぱなしです。いや、そうなるよな。そう、強い人が大変だよな。いやー、そう、イベントな、えぐいですね。はい、まあ、ほどに。特にヘカテの月相もね、スタミナめちゃくちゃ使うんで、私、ヘカテでスタミナ使うより年中で使いたくてっていうね、もういろんなもの考えて、これもう絶対スルーだわ、今回ってなっちゃいました。はい。まあ、その他のところいろいろあっての、ヘカテの式典、これ、忘れないうちに取っとこう。はい。これもね、資源採集からも取れますと。昨日10個取れましたかね。30、30で60マックスになると思います。はい。私、昨日一応30取れたので、今日もね、あと、タイルで8個稼がなきゃなと。今2個走らせてるから、あと6個かな。はい。タイルで稼がなきゃなっていう感じです。はい。忘れないうちに引いとこう。月見さん、そっか、ヘカテ取っておくと良いですね。そうなんですよ。そう。なんかまあ、今後ずっとアグロペト来るっていうんだったら困っちゃいますけど、アグロペト来ないタイミングがもしあり得るんだとしたら、その時やった方が多分楽なので、なんか、どっちかに舵切っていいんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、賢者の石は嬉しいけど、いやー、残念でした。俺、ヘカテ欲しいんだよな。こういう担当関係のやつ、すごい欲しいんだけど、この専用機っていう、なんていうか、もう変えなくていい錠剤バフ、絶対強いんだよな。もうこれ、ヘカテめっちゃ欲しかったけど、出ないですね。はい。明日ね、タイル借りまくって、最後のワンチャン引きたいと思います。ワンチャンかけたいです。ただ、これね、出る確率0.5%なんで、はい、0.5%引けませんでした。はい、これ、ヘカテのイベントね、2日間だけなので、はい、次のリセットでなくなっちゃうんで、皆さんお気をつけください。文明の旅ね。文明の旅はいつも通りです。私、12個貯まりました。で、ナポレオンコラボの、アイコンとか最初に出る画面が消えるまでは交換しないで取っとこうかなと思います。ナポレオンコラボイベントがまた
あとね、最低1回は来ると思うんですよね。で、そこ来た時に、ノートルダムの大聖堂の、この、なんだ庭園庭園のアイテムみたいなのが、手に、また出てくると思うんで、赤枠のね、やつが出てくると思うので、それが交換できる12のままこれ残しておこうかなと思います。ということで、ナポレオンコラボイベント復活待ってます。はい、でもスフィンクスイベント、あんまり人気じゃなかったんで、なんか変わるのかどうか、ちょっと気になってます。はい。今今回はね、T14 の騎兵を増やしたんで、レベル5一人で倒せるんじゃないかなっていうのもあって、ちょっとね、また、あれ系のイベント来てほしいんですけれども、エジプトへの道。はい、要塞ピラミッド、スフィンクスって来た後、何来るんだろうな。ミイラかな。はい、ちょっとよくわからないですけど、個人的には来てほしい。あ、バイキングバーサーカー行かなきゃ。バイキングバーサーカーに行くのは、カエサルにしよう。スタミナをもりもり使っていく。年中も出す。OK。はい。で、その他のところは特筆するところはないかな。同盟対決戦がね、今週で終わりです。今バトル進行中だと思います。2日間あって、最後ね、結果発表となりますと、今回のシーズンがこれで確定します。はい、うちは今ジェムなんですけど、ここでね、せめてジェムランクで残ると、最後のね、リワードが美味しくなるので、ここでとどまってほしい。はい。ちなみに、ジェムから下がってもいいように、私はもうすでに宝蔵の巻の宝箱は交換しました。今集めてるので、これなので。はい。皆さんもね、なんていうか、ランクでね、交換できるアイテム数が変わってきますので、次、勝てるかどうかわかんないなっていう方はね、今のうちに、もし欲しい、私みたいに欲しいものがあるんだったら、先に交換しておくっていうのもありです。し、そもそもね、この対決コインもずっと残るやつなので、貯めておいてもいいと思います。はい。ご利用は計画的に。そんなところですかね。で、続いて、激特イベント系ですね。ハンザ召喚さっき交換しましたけど、これも本当にいいイベントですね。はい。困った時には鉄を交換します。できればね、この建設スピードアップ7日間で交換したいんですけれども、ちょっとここはね、うまくやりくりをしていきたいかなと。20P 消費やっぱり大変なのでね。はい。で、黄金樹の報酬は、いつも通りですね、来てるんですけれども、もう根幹イラスト、女中の違いがよくわからないんですよね。一応なんか毎回10で交換してるんですけど、なんか、ここに書いてくれればいいのに、どっちがいいですよとか。はい。0.1% でね、この選んだ選択したこれが当たるらしいんで、Twitter でもね、ここで当たったっていう報告を見たことがあるので、はい、こういうね、選択するやつね、適当に選ぶより本当に欲しいものを選ぶのがいいかなと思います。まあ、大体の人は賢者の石じゃないかなと思うけれど。はい、10回。はい、当然当たるわけはなく。はい、25個のね、宝箱ゲットしました。はい、ありがとうございますと。はい、それ以外のところは特になし、真珠の覚醒ね。真珠の覚醒これじゃねえや。超お得な育成ね。はい、超お得な育成、冒頭にも喋りましたが、めっちゃお得になっています。はい、本当に忘れずうちにこの3つですね。中決の結晶を、覚醒石、真珠エキスポ、これはね、交換するのをお勧めします。それどころか、エキスポと重結の結晶は使っていいんじゃないかなと思います。で、それにより、他のやつもね、交換できるので。私ちょうどね、テーベドラゴンをめちゃくちゃ育ててるタイミングなんで、引き続きね、どんどん食わせて、いろんなリワードを控えていこうかなと思います。はい、このね、期間に入りまして、テーベドラゴン、毎日2000とか4000ジェム支払ってね、たくさん食わせていて、明日にはきっとレベル6になりますね。レベル6になったら、こっちじゃない。技量。はい。アビリティ覚醒のね、こっちの技量がね、つく予定なので。ただね、これもジェム必要じゃないですか。私もジェムさ、
オークションやりたかったのに、オークションやってないにもかかわらず、もうすでに90万ジェム使っちゃってて、こうもうすぐなんだよね。もう最近、強化とか、ルーンとかでゴリゴリジェム使うので、そう、装備強化ね、やってる暇がないんですよね。装備強化じゃないところですでにジェム使いまくりで困ってます。はい、皆さんどうやってやりくりをしているのだろうか。はい、まあ、いいや。はい。で、さっき話したスーパー強化がね、今来ています。装備のね、強化を考えている方は、今ね、がっつりやるタイミングかなと思います。はい。強化石ね、人によってはたくさん余ってるかもしれないんですけど、これも急になくなる系のアイテムなので、なるべくね、この還元するやつは優先的に交換するのを一応おすすめします。私も一時期やってなかったんですけど、あの、文明装備がそろそろゲットできるんですよ。同盟ボスと、あとね、もう制服の方のやつはもう30個集まってるので、文明装備ゲットできるんですけど、文明装備のね、パラメータをすべてゴールドにすると、さらにスーパー強化がね、できるようになるので、上級強化か。上級強化でね、めちゃくちゃ強化石使うんですよ。まあね、上級強化を開始、まあ押せないんですけど、上級強化でめちゃくちゃ使うことになるのが分かっていて、絶対に枯渇するので、はい。皆さんもね、よく知ってると思うんですよ。エボニーあるある。全然使わないぜと思っていたら急になくなる賢者の石。はい。あんな感じで、アイテムがね、本当に急になくなるので、計画的に貯めた方がいいかなというところで考えると、強化石は、なるべく還元して、たくさん蓄えておくのをお勧めします。で、逆にそう、あんまり今それ伝わってる気がないので、強化石はね、そこまで、スーパー強化はそこまでせず、まあ、そこまでせずと言いつつね、今一応階級28位なんですけど、まあ、50位以内にはね、入れるような感じで、そこそこでやりたいなと思います。これもね、あと2日間ですので、まあ、ランキング見ながら、やっていくのがいいのかなと思います。カムイさん、JAL さんに遅れること数ヶ月、ようやく王様やってます。テレビ待ち遠しい。おめでとうございます。素晴らしい。カムイをおめでとうございます。いや、テレビはいいですよ、テレビは。はい、防衛艦のね、パラメーターが上がるのが嬉しくてしょうがない。強化が跳ね上がるので、跳ね上がると言ってもね、私まだたかが、レベル5なので、まだまだなんですけれども、はい、これはね、防衛のレベルがやっぱ1段階上がると思いますので、おめでとうございます。のんのさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい、続いて、なんだっけ。スーパー強化が終わった、そう、消費還元イベント。はい、これがね、今回の、イベントで一番重要なやつですね。ジェムはいつも通りなんですけど、食料、木材、石材、鉱石の、資源消費還元になっています。私はもうね、10B 消費は安定してきたので、20B 消費にチャレンジということで、鉄だけね、この2ヶ月ぐらいかな、鉄だけ重点的に集めましたと。で、それをもって、T13 のね、騎兵を全部 T14 の騎兵にアップグレードをして、一気に消費をしたという感じになっています。はい。兵をね、あんまり増やさないような、兵育成をしているので、兵を増やすんではなくてアップグレードする形でやっていきましたということで、騎兵にね、使う鉄、食料、木材だけね、消費が多くなってて、石材だけボコってへっこんでるみたいな、こんな感じになっています。はい、これをね、うまく消費して、今んとこね、木材が無駄に 2B ぐらい使っちゃいそうなんですけれども、10、10、10、20を達成させようかなと。で、それで、ストックをね、少しずつ増えてきていると思うので、4月に、全 20B を達成しつつ、37、王城37に着工したいな、みたいなのをね、計画しています。はい。まあ、その前にね、
訓練所を T35 にしたり、射撃兵を、ね、35にしたりっていうね、はい、今 T14 作れるのね、馬小屋だけなんで、騎兵だけなんで、はい、K36 にもかかわらず T14 が馬しかないっていうね、謎の構築しているので、せめて K37 になる前に、この辺はね、しっかり上げておきたいなと思っています。はい、ということで、いやーでもね、研究次第なんだよな、研究。はい、今ね、軍犬育ててないんですけど、今週スーパー強化なんで、今週ってか今スーパー強化なんで、金曜日からね、また戦術研究、この軍犬の研究の還元が来るんですよ。で、今回はね、スピードアップと混ざってないので、1000ポイントだけね、獲得して終わりにしようかなと思ってはいるんですけれども、結局、そのタイミング、還元がもらえるタイミングしか育てる気がないので、まあ、ゆっくりね、やりますと。その代わり、スピードアップのと、戦術研究の還元イベントが同時に来た時にはガン上げしようっていう計画でいるんですけれども、私の計算で言うと、あと3回スピードアップと被ることあったら全部終わっちゃうんですよ。はい、5000ずつね、消費還元全部引き換えられる感じでやろうって思っているんですけども、そうするとね、なんか全部終わっちゃいそうだなっていう感じがしていて、ってなっちゃうと、軍権もったいないので K37 に上げるんですよ。っていうので、こっちのお尻が決まっているので、K37 にしたくなるっていうね、になりそうな気がしていて。はい。なのでね、兵を作るよりも建設を今優先していますと。はい。バフも上がりますしね。はい。ということで、1B を超えたけれども、兵が少ない。T14 が全くいないっていうね、珍しい構成でございます。はい。射撃兵に至ってはね、50万ないですからね、T13。まずいよね。さすがにね、そろそろもうちょっと肉つけないと、ちょっと、ガリガリですねってなってるんで、はい、これ痩せマッチョじゃなくてガリガリなんで、ちゃんとね、痩せマッチョになっていかなきゃいけないなというふうに、少しずつね、兵を増やしつつあります。のんのさん、同盟ボスの文明装備がやっと引きやられて、ランダムで引いたら一番欲しくなかったフリーダムが出てへこみました。指輪持ってたので別のセットバフを期待してたので、なんと、いや、ですね、おそらく、おそらくフリーダムが出るんでわざとだと思うんだよな、絶対。そう、フリーダムの方が人気ない気がするんですよね。で、フリーダムの方が出やすいんじゃないかなって。確率とね、ところは、なんかまるで当倍のように書いてあるんですけど、この8.3%は嘘な気がして勝手に思ってるんですけど、はい、なんかいろんなところでね、フリーダム系の装備を引いた話しか聞かないんですよね。のんのさんもフリーダムでしたか？私は一応フリーダム持ってないので、何を引くかではワンチャンあるんですけど、せめてね、右側じゃなくて左側、その、右側は、頭、腰、指輪。左側は武器、胸、足、なっていて、王権シリーズの左側って引きづらいので、なかなか、市民ルーレットでも当たらないので、せめて左側が出てほしいなと思ってるんですけど、はい。数ヶ月かかって、いや、そうなんですよ。同盟ボスって、ランキングが入らなかったら半年なんですよね。計算上。半年かかるんですよ。で、私、もう、再来週ですね。再来週に、やっと、まだ今週やってないんですけども、再来週だと思ってます。まあ、ワンちゃんね、今回 T14 の騎兵を増やしたことで、ランキングにね、個人ランキングに入れば少しもらえる可能性があるので、可能性ゼロじゃないと思いたいところではあるんですけど、まあ無理ですよね。はい、そうなんです。基本的に半年かかって、しかもランダムっていうね、なかなかえぐいシステムなので、いやー、まあ、あれです。文明装備はね、戦力がめっちゃ上がるんで、この、戦勝記念塔のこの条件をね、5.8M 以上の将軍6人とか、そういうのの条件を達成するときのパズルに
パズルのコマが、ピースが増えたと思っていただくのがいいかなと。はい。私がね、この6人を達成するためのピースの一つなんで、はい。文明装備2つ増えることで、なんとか達成できる。あとドラゴンね。で、増えるかなって思っているので、はい。はい。ちょっと、あんまり欲しくなかったものが当たってしまったというところは残念ですが、あ、なんか、すげえ話をしてて、バイキングのをスルーしちゃった気がする。やむなし。グランドチーフ11分前でしょ？王は終わったな。うん、終わりました。残念です。はい、コマです。ピースです、ピース。よいしょ。富山さん、蛮族の T13 で170万弓がいれば、T14 を各地、他10、T14 を各10、他のレイヤー100で負傷が減るのは失敗してしまった1万超えの負傷、グハ。あ、そう、あれも結局、あのしっかりね、射撃兵とかの、HP とか防具のバフも重要だったりするので、レイヤーだけではなく、ね、相手の強さとこっちのバフと、バフ、デバフ、あとは兵数が多分関わってきますよね。いや、レベル5はね、軍権上げてからだと思うんですよね。軍権がまさにその攻撃時系のパラメータアップに特化してるので、そう、このレベル5のね、ところが、全開になったらね、挑んでいいなとも思ってるんですけども。あ、まあ T14 ももちろん作るんですけど、そう、難しいですよね。まだ、まだね、まあそもそも弓兵170万とは一体っていうね、こんな T13、47万しかいないっていうね、雑魚城なので、そもそも上げていかなきゃいけない私は。まだそのレベルに達してない。頑張ろう。育成しよう。あ、話忘れてたけど、達人を目指す旅ですね。これいつもの、えっと、いつものなんか特殊なね、バーナーがある中でも一番楽なやつですね。毎日の活躍度120までで OK なんですけど、一番の難関は、このね、クエスト毎日変わっちゃうんで、毎日ちゃんと引っ換えなきゃいけないんですけど、これを忘れるっていうところが難関な、イベントになっていますと。はい。毎日ね、やってたら、今30になってると思います。これが30に今日ならない方は、残念ながら取りこぼしが発生するかしてるかなというところで、残りの期間は気をつけてください。はい。ということで、これはね、まあ、リワードがね、今回、この達人を目指す旅はいつもそこまでいいわけではないのですけれども、はい。まあ、もらえるものはもらえた方がいいよねということで、はい。皆さん忘れずにやっていただければいいかなというところと、重要なのはこの同盟走破ですね。はい。同盟走破の、この50まで行くと、今度ランキング戦に移行しますと。で、ランキング戦ね、王城で 100M 資源を収集する、戦力を 100M 点を増やすとか、うちはスタミナ消費するがめちゃくちゃ増えるんですけども、はい、アクティブな同盟であればあるほどね、これすごく増えていく、おもろい仕組みだと思うんですけども、このね、貢献箱がなかなかいいし、総合ランキングリワードもね、同盟全員にめっちゃポイントとか配られると、みんな大好き行軍速度短縮もらえますんで、まだね、こっち、50まで行ってない人はね、急いだ方がいいかなというところですね。大体ね、でも強化のところで踏ん詰まるんですけど、今回スーパー強化が同時に来てるんで、まあ皆さん達成できてるのかなとは思いますと。はい。うちはね、今回の枠組みの中では一番最初に、このランキング戦に移行していたこともあって、今トップになってますね。大体ね、2位か3位なんですけども、今回は1位になっていますね。はい、素晴らしいです。はい、このまま1位にまで駆け抜けたいところですね。はい、スタミナ消費は任せて、嘘だ、スタミナなくなってきてるんだ。はい、みんなでスタミナ消費すればいいと思います。はい、このね、同盟走破の宝箱が結構美味しいんで、ね、そっちの面でもね、素晴らしいんですよね。同盟走破の宝箱、上の方にあったはず、これか。
これ同盟走破の宝箱、アイテムのうちどれかが入ってるってなってるんですけど、これいいのしか入ってないんですよね。強化石、ルーン、賢者の石、素材、バッジ、蘇生の石。まあ、メダルと魂の結晶もね、サーバーによってはあんまいらないかもしれないですけど。で、命の源。はい。この辺のね、レアアイテム系が手に入るので、ドワーフの一番右相当ですよね、が手に入る、はい、宝箱になってるので、普通に美味しいと思います。はい。私ね、これ大好きです。ほいほい。よいしょ。はい。なので、同盟走破ね、こっちのランキング戦を目指して頑張っていってきつつ、はい、ランキング戦はね、これ10位までだったかな、報酬が、もらえます。同盟全員にね、ジェムとアイテムが配られる素敵なイベントですので、はい、しっかりポイント稼いでもらえるのがいいのかなっていう感じです。はい、そんなところかな。土曜日に結構お話をしてしまったので、あまりね、重複して喋ってもしょうがないので、そのところかなと思います。話し忘れのところはないよね。ないよね。ないはず。あ、ていうか、こっちに切り替えて話をしようと思ったのに忘れていたけど、別にでもこっちに切り替えたところでな、話すこと変わんないな。うん。今週ね、ユミルが来ます。はい。みんな大好き、ユミル。みんな大好きかどうだろうな。うちのサーバーはもう取り合いが発生してめんどくさいから、ユミル中も年中を狙いまくると思うんですけれども、ユミルはね、安全資源サプライズ箱が、1日30個、合計70個もらえますんで、そっちはね、完遂していただくのがいいと思います。めちゃくちゃ資源増えるんで。はい、このユミルも私が 20B 達成の前提条件なので、はい、ここをね、しっかりやっていきたいなと思っています。あと重要なのが、オールスターに関わるコンスタ、今週が最後ですね。最終4ラウンド目になります。はい。これが、今週ね、一番重要な話題ですかね。うちのサーバーは、うちの同盟は、一応ね、3週今のところ連続で、勝ってますというところで、13位あら、素晴らしい。スーパーリーグじゃなくてメジャーリーグの今13位に位置していますね。うわ、BNS 知ってるよ。1187の BNS めっちゃ強いとこだよ。そろそろこういうとこ当たんのか。はい、戦場ポイント。今回はね、高くて3勝、3勝して、この位置にいます。さあ、最終戦どうなるかっていったところですね。はい、シーズンランキング、所属同盟29位となっています。これね、本ラウンドのランキング、シーズンランキング、ようわからんけど、本ラウンドのランキングは、前回の、前回第3ラウンドの話だけなのかな。まあ、シーズンランキング、まあ、29位。まあでも、どっちみちね、はい、珍しく高いところに位置していて、あの結構ね、K40 とか強い、方も、ラリーで倒すというところがね、最近していてすごいなっていう感じです。私もラリーに早く参加したくて、はよ T14 作らなっていう感じです。はい。ということで、最終ね、4ラウンド目が、やってきますので、皆さんね、最終戦楽しみにしていましょう。はい、個人ランキング、個人ランキング。まあ私はね、全くもって関係ないんですけれども、シーズンランキング。はい、うちのね、サーバーの方、うちのサーバー、うちの同盟の方が、なんかリストアップされてたような気がするけど、ちゃんと見たわけじゃないので、先週はね、いるなーって、いけそうだなーって思ってたんですけども、今回もめっちゃポイント稼いでたからね、いけると思うんだよな。見当たらん。わからん。これ、検索機能つけてほしい。
はい。あ、いましたね。うちの名士さん、りょうさんが246位。246位。これは次、稼いだら200位以内入れるんじゃないでしょうか。ぜひ、ぜひ、頑張ってほしい。で、デュークさんが321。素晴らしいですね。これね、今ね、日本の旗だから探したくてやったんですけど、同じ同盟の別の人をちょっとね、見つけるの大変なんだよな。これね、本当に、こういうイベントを盛り上げたいんだとしたら、検索できるようにして、仲間を見つけられるようにね、するのがいいと思います。運営さん、ぜひお願いします。私は気になって探すんですけど、ここよく見逃すんでぜひお願いします。はい、そういうところで、今週のね、土曜日が、コンスタ、最終ラウンドになってます。さあ、たくさんポイントを稼いでね、勝って抜ければ、すごくチャンスがある状況だと思うので、すごく楽しみにしていますし、足を引っ張らないようにね、頑張っていきたいなと。まあ、基本的にね、馬をゴーストして、まあ、本体はボコボコにされつつも、ひたすら建物をオセロするっていうね、役割なんですけれども、はい。テレポーターを渡さんぞと、一つのテレポーターに、固執して頑張っていこうかなという感じです。月見さん、皆さんお強いですね。これは楽しみすぎる。いや、そうなんですよ。楽しみです。前回もね、3人、うちの同盟から確か3人ぐらい、オールスターにね、今のうちの同盟だったから4人か。そうですね、1人増えたんで、そう4人ぐらいね、そう、オールスターに参加していたので、そう、今回もね、非常に楽しみですね。ぜひ皆さん頑張ってほしいです。はい、そんなところですかね。こっちの話全然しなかったけど、まあ別にこっちはね、いつも通りです。北方からの侵略者が来てますねぐらいです。はい、チャレンジ回数10回はね、リソースゲットの機会10回なので、はい、この配信が終わったらね、さささーっと回収して回ろうかなって思ってます。はい、もう 500M はね、あと、あと7日分でしょ。今日やってないから7日分でしょ。7日あって 500M は全然余裕でいくかなと思ってるので、はい、ゆっくり目指していこうかなっていう感じです。はい、そのところで、私のね、今のプランとしては、今、集結の場を着工しました。訓練所も今33ですが、34完成させて、35も着工させて、今回の資源消費還元は全部これ達成予定です。はい。で、次のスピードアップの還元のタイミングで、この辺の建設を全部終わらせ、そこからね、T 順を作り始めるっていう感じで、育成をね、していこうかなと思っています。はい。そのところで、ちょっとね、育成系のところがね、ルーンでジェムかかりすぎて、思ったより育ってないんですけれども、次のね、次の、スピードアップの消費還元の時に、このドラゴンのね、レベル6、このギルを上げていこうかなと。本当はすぐにでも上げたいけれども、ゲームが、ゲームの消費還元のね、都合的に一回ステイして、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。そんなところですかね。お、今日はちょっと健康的だぞ。はい。いつもね、2時間を超えてしまって、長時間になってしまってますが、今回はね、土曜日に配信をして、いろんなイベントのところのね、話ができたので、今日の回はちょっとさっくり喋ることができた。さっくり喋ることができた。なんか、制約の聞いてるか聞いてないか問題の時にすげえ、余計な時間をかけてしまったけれど。はい。今日はね、こんな感じで、切りもいいので、ここでおしまいにしようかなと思います。皆さんもね、残り、まだね、今日入れて7日間あります。ので、北方からの侵略者であったり、その他のイベントであったり、はい、リワードがもらえるね、イベントが結構増えてきているので、しっかりね、リワード回収して育成していただけたらと思います。
はい。私は 10B、10B、10B、20B を目指していますと。はい。もしね、その 10B がまだっていう方は、その 10B ね、できるように頑張るっていうところをね、目指すのが一つのラインだと思います。私もね、順番に、2.5B、5B、10B がね、安定するようにっていうのを目指してどんどんやってきて、ここまで来たので、この辺をね、一つの指標にしていけるといいのかなと思います。はい。私の今の計画は、10B を3回達成して、4回目で 20B を達成してっていうサイクルをね、回せるようになろうっていうのが今の目標です。はい、そんなところで、今日はこんなところかね。月見さん、ポチありがとうございます。高評価ありがとうございます。はい、皆さんもぜひお願いします。はい、もう少し頑張ると500人達成になりますので、チャンネル登録、まだの方はぜひお願いいたします。いや、まあ、ここまでね、見てくださってる方、大体チャンネル登録してくれてるような気はするんですけど、はい。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。はい。ということで、今日の配信はこれにて終了します。おつじゃる様でした。川森さん、テーベおめでとうございます。そう、みんなからもね、おめでとうをもらっていて素晴らしい。はい。皆さんもおめでとうコメントありがとうございます。それでは、今日の配信はこれにて終了します。おつじゃる様でした。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。